春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。近接攻撃と範囲攻撃を作ったので、今回は、コンボ攻撃を作ってみようと思います。コンボ攻撃って言っても、単純な割り込み可能な3段攻撃を作ってみようと思います。ソード武器持たせてみた、その3コンボ攻撃。早速、作ってみましょう。1、攻撃アニメーションの用意。攻撃アニメーションの用意が必要なので、ハブから攻撃アニメーションを移行します。今回はソード攻撃なので、アラゴン、オーロラ、アラゴン、クオン、アラゴン、グレイストーン。このあたりがいいのではないでしょうか。アニメーションだけが欲しいので別のプロジェクトに追加して移行します。1-1、アニメーションリターゲット。欲しいアニメーションシークエンスを操作キャラクターで使えるようにします。欲しいアニメーションシークエンスを右クリック。アニメーションをリターゲットでアニメーションリターゲットを開きます。ターゲットスケルタルメッシュで、操作キャラクターと同じスケルタルメッシュを選択します。リターゲットを自動で生成を有効にします。有効にすると IK リターゲッターを自動で選択してくれます。欲しいアニメーションシークエンスを選択します。複数選択することもできます。アニメーションをエクスポートをクリックします。保存先フォルダを選択して、エクスポートをクリックします。一括エクスポートオプションでエクスポートをクリックします。保存先フォルダにアニメーションシークエンスが保存されます。1-2、ファイルの移行。攻撃アニメーションだけが欲しいので、作成したアニメーションシークエンスを作業プロジェクトに移行します。作成したアニメーションシークエンスを右クリック、アセットアクション、エクスポート、移行。アセットリポートでアニメーションシークエンスのみを選択します。OK を押して、作業プロジェクトのコンテントを選択して移行します。この時、移行元のスケルトンと同じファイル名のスケルトンが、移行先で同じ階層にあれば、問題なく移行できます。1-3、アニムモンタージュ。移行したアニメーションシークエンスより、アニムモンタージュを作成します。アニメーションシークエンスをわかりやすいように名前を変更しています。アニメーションシークエンスをすべて選択、右クリック、作成する。アニムモンタージュを作成します。1-4、モンタージュノーティファイ。次の攻撃を受け付ける通知と、コンボを終了する通知をアニムモンタージュにつけます。アニムモンタージュを開きます。右クリック、通知を追加、モンタージュノーティファイ。名前をセーブアタックにします。アニムモンタージュが再生されてから、このセーブアタックまでに攻撃アクションを行うと、コンボがつながります。また、この位置で再生が終了して、次のアニムモンタージュが再生されます。セーブアタックより後ろの位置で通知を追加します。右クリック、通知を追加、モンタージュノーティファイ。名前をリセットコンボにします。この位置まで再生されるとコンボが終了します。保存して閉じます。すべてのアニムモンタージュにセーブアタックとリセットコンボを追加します。アタック A の作成。操作キャラクターに攻撃 A を実装します。操作キャラクターを開きます。レフトマウスボタンノードを配置します。攻撃アクションに名前を付けます。変数アタックネーム、ネーム型を作成します。変数アタックネーム、セットノードを配置します。A アタックにします。レフトマウスボタンノードのプレス度につなぎます。攻撃制限中かどうかを判定します。攻撃制限判定を変数アタックネーム、セットノードにつなぎます。攻撃制限中に攻撃アクションを行うとセーブアタックを有効にします。変数セーブアタック、ブーリアン型を作成します。変数セーブアタック、ブーリアン型は、次の攻撃アクションを受け付けたかどうかです。変数セーブアタック、セットノードを配置します。有効にして、ブランチノードのトゥルーにつなぎます。もう一度、レフトマウスボタンをクリックすると、ブランチノードのトゥルーに処理が流れます。3、コンボ A の作成。コンボ A を作成してみます。カスタムイベント EV コンボ A を作成します。
攻撃制限判定の変数アタックリミット、セットノードにカスタムイベント EV コンボ A をつなぎます。コンボ数に応じて処理先が切り替わるようにします。変数コンボ、インテジャー型を作成します。変数コンボ、インテジャー型はコンボ数です。変数コンボ、ゲットノードを配置します。変数コンボ、ゲットノードよりスイッチオンイントノードを配置します。カスタムイベント EV コンボ A につなぎます。ピンを追加より3つ追加します。コンボ数に応じてアニムモンタージュを指定します。変数コンボ、セットノードを配置します。変数コンボ、セットノードを1にします。スイッチオンイントノードの0につなぎます。最初はスイッチオンイントノードの0ピンに処理が流れます。次に EV コンボ A が実行されると1ピンに処理が流れます。コンポーネントパネルよりメッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントよりプレイモンタージュノードを配置します。変数コンボ、セットノードにつなぎます。モンタージュツプレイピンを右クリックして変数へ昇格します。名前を A コンボにします。自動で作成された変数 E コンボ、ゲットノードを削除します。変数 E コンボを配列に変更します。一旦コンパイルします。デフォルト値のエレメントを3つ追加します。デフォルト値に E1 から E3 のモンタージュをセットします。変数 E コンボ、ゲットノードを配置します。変数 E コンボ、ゲットノードよりゲット、アコピーノードを配置します。ゲット、アコピーノードをモンタージュツプレイにつなぎます。変数 E コンボの配列のインデックス0がコンボ E1 なので、変数コンボ、セットノードから1を引きます。変数コンボ、セットノードよりサブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。サブトラクトノードをゲット、アコピーノードにつなぎます。アニムモンタージュより通知を受け取ります。プレイモンタージュノードのオンノーティファイビギンよりスイッチオンネームノードを配置します。セレクションをノーティファイネームにつなぎます。ピンを追加よりピンを2つ追加します。詳細パネル、ピンネームズにアニムモンタージュに追加した通知名を追加します。インデックス0をセーブアタックにします。インデックス1をリセットコンボにします。アニムモンタージュが該当の通知まで再生されると、スイッチオンネームノードはその通知と同じ名前のピンを実行します。4. ネクストアタック。セーブアタック通知までに攻撃アクションを行うと、次の攻撃を行うようにします。カスタムイベント EV ネクストアタックを作成します。スイッチオンネームノードのセーブアタックにカスタムイベント EV ネクストアタックをつなぎます。セーブアタック通知までに攻撃アクションを行ったかどうかを判定します。変数セーブアタック、ゲットノードを配置します。変数セーブアタック、ゲットノードよりブランチノードを配置します。カスタムイベント EV ネクストアタックにつなぎます。変数セーブアタック、セットノードを配置します。無効にしてブランチノードのトゥルーにつなぎます。セーブアタック通知までに攻撃アクションを行っていれば、トゥルーに処理が流れ、次のコンボ数の攻撃を行います。セーブアタック通知までに攻撃アクションを行っていなければ、フォールズに処理が流れ、何も行わず、そのままアニムモンタージュが再生されます。攻撃アクション面によって処理を分岐します。変数アタックネーム、ゲットノードを配置します。変数アタックネーム、ゲットノードより、スイッチオンネームノードを配置します。攻撃受付判定につなぎます。ピンを追加します。詳細パネル、ピンネームズでインデックス0を A アタックにします。A アタックピンにカスタムイベント EV コンボ A をつなぎます。5. リセットコンボ。セーブアタック通知までに攻撃アクションを行っていなければ、コンボをリセットします。カスタムイベント EV リセットコンボを作成します。スイッチオンネームノードのリセットコンボにカスタムイベント EV リセットコンボをつなぎます。コンボをリセットするのでコンボ数を初期化します。変数コンボ、セットノードを配置します。0にしてカスタムイベント EV リセットコンボにつなぎます。攻撃中の制限を解除します。変数アタックリミット、セットノードを配置します。無効にしてコンボの初期化につなぎます。変数セーブアタック、セットノードを配置します。無効にして変数アタックリミット、セットノードにつなぎます。攻撃を行っていなければ武器を収納します。
攻撃制限の解除の最後にカスタムイベント EV ウェポンタイマーをつなぎます。前回作成した不要なものを削除します。6. マクロコンボアタック。コンボ E に A3 を作成します。コンボ E1 と同じ処理なのでマクロにまとめます。コンボ E にてモンタージュの指定とノーティファイスイッチをまとめます。変数コンボ、セットノードと変数位コンボ、ゲットノードは外に出します。選択して右クリック、マクロに折りたたむ。名前をコンボアタックにします。クリックしてマクロを開きます。インプッツノードを選択します。詳細パネル、インプットで変数名を変更します。A をコンボに変更します。アレイをアニムモンタージュに変更します。保存して閉じます。コンボ1を2つ複製します。変数コンボ、セットノードを2と3にします。スイッチ4イントノードの1と2につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。左クリックを連打すると3つのコンボ攻撃ができましたね。左クリックを遅くクリックすると1つの攻撃アクションしかできませんね。7. 移動制限。現在、攻撃している最中に移動できてしまいます。アニムモンタージュが再生しているときは、移動に制限を設けます。また、A1 は移動しながら攻撃できるようにします。A2 と A3 は攻撃中は移動しないようにします。アニムモンタージュに移動制限用の通知を追加します。A2 のアニムモンタージュを開きます。通知トラックの先頭に通知を追加します。右クリック、通知を追加、モンタージュノーティファイ。名前をムーブリミットにします。通知トラックの最後に通知を追加します。右クリック、通知を追加、モンタージュノーティファイ。名前をムーブリミットリフティドにします。ムーブリミットからムーブリミットリフティドの間は移動できないようにします。保存して閉じます。A3 のアニムモンタージュも同じように設定します。A1 は設定しません。操作キャラクターを開きます。ムーブメントインプットの先頭に移動制限判定を設定します。変数ムーブリミット、ブーリアン型を作成します。変数ムーブリミット、ゲットノードを配置します。変数ムーブリミット、ゲットノードよりブランチノードを配置します。IAMove ノードのトリガードにつなぎます。移動制限中は True に処理が流れます。移動制限中でないときは False に処理が流れます。False に既存の処理をつなぎます。リセットコンボにも移動制限の解除を追加しておきます。攻撃制限の解除に追加します。変数ムーブリミット、セットノードを配置します。無効にして前と後ろをつなぎます。スイッチオンネームノードにムーブリミットノーティファイを追加します。マクロコンボアタックを開きます。スイッチオンネームノードでピンを2つ追加します。ムーブリミットとムーブリミットリフティドを追加します。変数ムーブリミット、セットノードを配置します。有効にして、スイッチオンネームノードのムーブリミットにつなぎます。変数ムーブリミット、セットノードを配置します。無効にして、スイッチオンネームノードのムーブリミットリフティドにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。A1 中は移動できますが、A2 と A3 は移動できませんね。8. レイトスケール。アニムモンタージュの再生速度は、プレイモンタージュノードのプレイレートで行うと、アニムモンタージュを入れ替えたとき、おかしくなるので 1.0 にします。アニムモンタージュファイルを開きます。アセット詳細パネル、アニメーション、レイトスケールで調整します。A1 は 3.0 にします。保存して閉じます。A3 を開きます。A3 は 2.0 にします。保存して閉じます。起動してみましょう。A1 と A3 は速くなりましたね。9.
モンタージュの再生を短くする。アニメモンタージュの終了時、立ち上がるモーションがある時があります。コンボのテンポが悪くなるのでカットします。アニメモンタージュを開きます。リセットコンボより後ろで通知を追加します。右クリック、通知を追加、モンタージュノーティファイ。名前をストッププレイにします。その他のアニメモンタージュにもストッププレイ通知を追加します。操作キャラクターを開きます。マクロコンボアタックを開きます。ノーティファイスイッチのスイッチオンネームノードにストッププレイノーティファイを追加します。スイッチオンネームノードでピンを追加します。ストッププレイを追加します。ストップアニメモンタージュノードを配置します。ストッププレイにつなぎます。アニメモンタージュピンを変数アニメモンタージュのゲットアコピーノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。立ち上がりが早くなりましたね。10アニメノーティファイ。エネミーにダメージを与えるアタックレンジ、攻撃範囲を実装します。アタックレンジ、攻撃範囲は BP メレイアタックと BP レンジアタックサークルの2種類あり、前回の動画で実装済みです。ダメージを与えるアタックレンジ、攻撃範囲はアニメーションによって異なります。通知にはモンタージュノーティファイ以外にアニムノーティファイというものがあります。アニムノーティファイを使ってアタックレンジ、攻撃範囲を実装してみようと思います。A1 のアニムモンタージュを開きます。スケルトンに移動します。右下にアニメーション通知パネルがあります。もし表示されていなければ、上部メニューバー、ウィンドウ、アニメーション通知より表示することができます。アニメーション通知を追加します。アニメーション通知パネル内の任意の箇所を右クリック、新規通知、名前をメレイアタックにします。もう一つ追加します。右クリック、新規通知、名前をレンジアタックにします。保存して閉じます。アニメモンタージュのトラックに作成したアニメーション通知を追加します。通知トラックで右クリック、通知を追加を開くと、上のパネルに追加したメレイアタックとレンジアタックのアニメーション通知が表示されます。A1 のアニメモンタージュにはメレイアタックを選択します。攻撃が当たってそうな箇所まで移動します。保存して閉じます。A2 のアニメモンタージュを開きます。A2 のアニメモンタージュにはメレイアタックをセットします。保存して閉じます。A3 のアニメモンタージュを開きます。A3 のアニメモンタージュにはレンジアタックをセットします。保存して閉じます。攻撃用の BPI を作成しておきます。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース、名前を BPI アタックにします。ファイルを開きます。新規関数を BPIF メレイアタックにします。プラス追加より、もう一つ新規関数を追加します。名前を BPIF レンジアタックサークルにします。コンパイルして保存します。アニムノーティファイは、アニム BP でイベントを実装できます。操作キャラクターを開きます。詳細パネル、アニメーション、アニムクラスで使用しているアニム BP をブラウズします。操作キャラクターを閉じます。ABP マニーを今回用に複製します。名前を ABP ストライクアタックにします。操作キャラクターに作成したアニム BP を実装します。操作キャラクターを開きます。詳細パネル、アニメーション、アニムクラスに作成した ABP ストライクアタックをセットします。コンパイルして保存します。ABP ストライクアタックファイルを開きます。イベントグラフに移動します。イベントアニムノーティファイメレイアタックノードを配置します。トライゲットコーンオーナーノードを配置します。トライゲットコーンオーナーノードは使用しているコーンの取得を試みます。トライゲットコーンオーナーノードより BPIF メレイアタックメッセージノードを配置します。イベントアニムノーティファイメレイアタックノードにつなぎます。イベントアニムノーティファイレンジアタックノードを配置します。トライゲットコーンオーナーノードを配置します。トライゲットコーンオーナーノードより BPIF レンジアタックサークルメッセージノードを配置します。イベントアニムノーティファイレンジアタックノードにつなぎます。コンパイルして保存します。操作キャラクタ
ターに攻撃用 BPI を実装します。操作キャラクターを開きます。クラス設定。実装インターフェースのプルダウンより BPI アタックを実装します。インターフェース。BPIF メレイアタック。右クリック。イベントを実装で、イベント BPIF メレイアタックノードを配置します。イベント BPIF メレイアタックノードに、カスタムイベント EV メレイアタックをつなぎます。インターフェース。BPIF レンジアタックサークル。右クリック。イベントを実装で、イベント BPIF レンジアタックサークルノードを配置します。イベント BPIF レンジアタックサークルノードに、カスタムイベント EV レンジアタックをつなぎます。コンパイルして保存します。BT エネミーを開きます。変数 1P のインスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。レベル上の BT エネミーを選択します。詳細パネル、デフォルト、HP を1000にします。起動してみましょう。倒せましたね。11、長押しで連続攻撃。現在、一つ一つクリックしないと攻撃できないので、長押しすると連続攻撃できるようにします。右クリック、入力アクション。名前を IA コンボ A アクションにします。コンテンツ、サードパーソン、インプット、IMC デフォルトを開きます。マッピングスのプラスより、アクションマッピングを追加します。プルダウンより IA コンボ A アクションを選択します。使用する入力キーを設定します。キー値を選択をクリックします。マウスを左クリックします。展開してトリガーズにエレメントを追加します。インデックス0で長押しを選択します。インデックス0を展開します。ホールドタイムスレッシュホールドが 1.0 になっています。左クリックして1秒後に攻撃が開始されます。ちょっと遅いですね。0秒にすると常に連続攻撃になってしまい、単発攻撃ができなくなります。ですので、0.3 秒にします。保存して閉じます。操作キャラクターを開きます。アタック A のレフトマウスボタンノードを削除します。エンハンスアクションイベンツの IA コンボ A アクションノードを配置します。トリガードを変数アタックネーム、セットノードにつなぎます。展開して、スタートを変数アタックネーム、セットノードにつなぎます。展開を閉じます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。長押しすると連続攻撃ができるようになりましたね。また、単発の攻撃もできますね。12、コンボ B と C。コンボ B と C も同じように設定します。アニメモンタージュに通知を追加します。ムーブリミット、メレイアタックまたは、レンジアタック、セーブアタック、リセットコンボ、ストッププレイ、ムーブリミットリフティドの順に配置します。全く同じ位置に配置するとエラーが上がります。少しずらすように配置します。また、アニメモンタージュでレイトスケールを調整します。入力アクションの作成とマッピングス、IA コンボ B アクションと IA コンボ C アクションを作成します。長押し設定をします。イベントグラフにて、アタック A とコンボ A を複製します。イベントをコンボ B またはコンボ C に変更。アタックネームの変更。カスタムイベントの呼び出しを変更。変数異コンボを複製。エレメントの変更。コンボ1、2、3のアニメモンタージュ変数を変更。ネクストアタックのアタックスイッチにアタックネームを追加。カスタムイベントの呼び出しをつなぎます。前回作成した古いノードを削除します。武器の所持にミドルマウスボタンノードをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コンボ A も
もコンボ B もコンボ C もできてますね。コンボの最中に別の攻撃を混ぜることもできてますね。設定ファイル。コンボ攻撃は楽しいですね。A は通常攻撃で、B と C はゲージを消費する攻撃にするとか、A は連続攻撃が可能だけど、B と C は単発攻撃にするとか、3段目のダメージを大きくするとか、シフトキーを押さないと C は発動しないとか、さらに別のキーを追加して、回避アクションを割り込ませるとか、妄想が広がりますね。コンボ攻撃を実装するメリットは、プレイヤーのエンゲージメント向上。プレイヤーが連続して攻撃を繰り出すことができるため、アクションがよりダイナミックに感じられます。コンボを成功させることが快感となり、達成感を感じやすくなります。戦略性の増加。プレイヤーは敵の動きや自分の位置を考えながらコンボを組み立てる必要があるため、戦略的なプレイが求められます。コンボシステムによって、異なる攻撃の組み合わせやタイミングが重要となり、多様な戦術が可能になります。プレイヤースキルの向上。コンボを繰り出すには正確な入力やタイミングが求められるため、プレイヤーの反射神経や熟練度が向上します。練習することで、プレイヤーはより高度なコンボをマスターすることができます。ゲームのリプレイ性向上。プレイヤーは新しいコンボを発見したり、既存のコンボを改良したりするためにゲームを繰り返しプレイする意欲が高まります。別のキャラクターや武器でのコンボを試すことで、ゲームの多様性が広がります。ビジュアルとサウンドの魅力向上。コンボ攻撃は視覚的にも聴覚的にも迫力のある演出を行うことができ、ゲームの魅力を高めます。特殊エフェクトやサウンド効果により、プレイヤーに強い印象を与えることができます。競争性の促進。コンボ攻撃のスコアや評価を競うことで、プレイヤー同士の競争意識が高まります。コンボ攻撃を実装することで、ゲームプレイがより深く、楽しく、そして挑戦的なものとなります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。